日はクリスマスケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、クリスマスケーキを作っていきたいと思います。もうすぐクリスマスということで、クリスマスの定番ショートケーキを作っていきたいと思います。スポンジをね、ふわっと上手に焼くコツや、あとはデコレーションの方法もご紹介していきます。ところどころね、ポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスポンジケーキの生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、お砂糖、卵、牛乳、無塩バター、こちらの5つの材料でスポンジケーキを作っていきます。まずお砂糖なんですが、こちらは普通の白砂糖を使用していきます。白砂糖を使うとグラニュー糖を使うよりね、しっとりとした仕上がりになります。そして卵ですね、こちらは L サイズの卵2つ使います。グラムで言うと約 120g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてバターですね、こちらは必ず無塩バターを使用するようにしてください。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、生クリーム、お砂糖、お水、あとは飾り付けですね。生クリームに関しましては、今回動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用します。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。そして今回ですね、シロップもね、スポンジに塗っていきたいと思います。そうすることでとてもね、しっとりとした仕上がりになります。シロップは通常ね、リキュールなども入れるかと思うんですが、今回はですね、リキュールなしのシロップを使って作っていきたいと思います。今回スポンジもね、白砂糖を使ってるので白砂糖なんですが、すっきりとした甘さにしたい場合は、こちらはグラニュー糖を使って作ってみてください。そして今回は15センチの丸いケーキ型を使います。必ずね、底がついてるタイプのケーキ型を使用するようにしてください。底の部分は丸くくり抜いたクッキングシートまたはオーブンシートを敷いてください。そして側面ですね、こちらは細長く切って敷き詰めましょう。ケーキ型から1センチぐらいはみ出るぐらいですね、そのぐらいに切っていただくといいかなと思います。そして生地を作る前にですね、オーブンを160度に予熱し始めましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめにこのバターと牛乳を電子レンジで温めておきます。耐熱の容器にバターと、あとは牛乳を加えてください。加えたらですね、こちらをこのまま電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜてバターの塊をしっかり溶かしてください。もしね、電子レンジを使いたくない場合は湯煎で温めていただいても OK です。はい、このようにね、バターがしっかり溶けるまでよく混ぜましょう。こちらを使うまでね、このまま置いといてください。それでは続いて卵を泡立てていきます。まずね、ボウルに卵を割り入れてください。卵を加えたらですね、まず軽く卵だけ溶きほぐしてください。溶きほぐしたらここにお砂糖を一度に加えます。お砂糖を加えた後なんですが、すぐ混ぜないと砂糖が卵の水分を吸って粒々ができてしまいます。なのでね、必ずお砂糖を加えたらすぐね、混ぜるようにしてください。では加えます。そして手早く混ぜましょう。だいたいね、30秒ぐらいしっかりね、混ぜてください。そしたらですね、今回ね、友立てといって卵白と卵黄を一緒に泡立てていきます。ただね、この2つを一緒に泡立てるときはこのままやるとね、ちょっと泡立ちにくいので湯煎に当てながら泡立てていきます。そうするとね、泡立ちが良くなります。別のボウルに60度から70度ぐらいのお湯を張ってください。そしてこの上にボウルを置きます。それではまずはじめにハンドミキサーの高速で3分泡立ててください。はい、OK です。そうするとね、このように角が立ってすぐ折れるぐらいですね。このぐらいの硬さになります。そしたらね、一度こちら湯煎から外してください。今のね、状態を見るとちょっとね、粗めの泡が立ってる状態です。ちょっとね、気泡が目立つ感じですね。こちらを今から滑らかな状態にしていきます。それではこちらをですね、ハンドミキサーの高速で2分泡立てます。
はい、2分泡立てるとピンと角が立ってすぐ折れるぐらいですね。このぐらいの柔らかさで、先ほどとね見た目は全然違うと思うんですが、すごくきめの細かい仕上がりになって、さらに綺麗なツヤも出てきます。このぐらいになれば OK です。そしたら続いてここに薄力粉をふるって加えます。まずね半分ぐらいですねふるって加えてください。大体で大丈夫です。これをふわっとね混ぜていきましょう。大きくねくるっとボウルを回しながら混ぜてみてください。はい、で大体8割ぐらいですね。ちょっとまだ粉っぽさが残ってる状態で大丈夫です。そしたら残りの薄力粉をふるって加えてください。そしてまたねふんわり混ぜてください。下から生地を持ち上げるイメージで、あとはゴムベラをくるっと返して混ぜてみてください。はい、このようにねよく混ざれば OK です。続いてこちら温めておいたバターと牛乳を加えていきます。こちらね直接加えるより少し生地をねなじませてから入れた方が最終的に生地のなじみが良くなるので、こちらに少しね生地を入れます。そしてまずねこの中で生地をなじませてください。はい、 OK です。こんな感じで生地となじませます。そしたらこの元の生地に回しかけてください。この液体を入れるとですね泡が潰れやすいので、加えたら手早く混ぜるようにしてください。はい、 OK です。このようにね滑らかな生地に仕上がります。目安としてはねタラタラタラとつながって流れ落ちるぐらいの生地感になってます。では準備しておいた型を用意してください。この中に生地を入れましょう。そしてね表面をこのようにねゴムベラを使ってならしてください。くるくるくるっとねちょっとやってみてください。あとはね少し高いところから 2,3 回落とします。はい、これで一度大きな気泡を取り除いてください。そうしましたらこちらを天板に乗せて160度に予熱したオーブンで25分焼いていきます。はい、美味しそうにふっくら焼き上がりました。そしたらですね少し高いところから一度落としてください。このようにして一度熱い空気を外に逃がします。そうすることで焼き縮みを防ぐことができます。そしたらこちらを逆さまにします。そして型から取り出してください。取り出したらこちらをくるっと回転させて、そしてこのままですね一旦粗熱を取って冷ましてください。逆さまにして冷ます方法もあるんですが、しっかりね生地が混ざってれば生地が詰まることもそんなにないので、このままの状態で冷ましていただいて OK です。そして冷ます時は表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをふわっとかぶせてこのまま冷ますようにしてください。はい、ケーキが冷めました。そしたらですねこちらオーブンシートを剥がします。ピリピリピリと。はい、このように綺麗な仕上がりになってます。そしたらねこちら一旦逆さまにして底の部分のオーブンシートも剥がします。はい、こんな感じです。そうしましたらこちらをですね一晩休ませたいと思います。そうすることでとてもしっとりとした仕上がりになります。だいたいですね一晩なので8時間くらいですね置いていただくといいかなと思います。そしたらですねラップでくるみます。くるっとしてよいしょ、隙間がないように全体をしっかりねラップで覆ってください。すぐ使いたい場合はね使っていただいても大丈夫なんですが、一晩置いていただいた方が美味しく仕上がると思います。こちら置いておくときはですね冷蔵庫にしまわずにこのままねちょっと涼しい場所に置いておいてください。それではトッピングの準備をしていきます。まずシロップを作りたいと思います。お砂糖にお水を加えてください。そして軽く混ぜましょう。で軽く混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜてください。はい、 OK です。これでねシロップの完成です。お好みでリキュールを入れたい場合は温めてからリキュールを加えてください。こちらはですね使うまでしっかり粗熱を取って冷ましておいてください。はい、それではねスポンジを切っていきたいと思います。こんな感じですごくしっとりしてます。ラップを剥がしましょう。はい、こんな感じです。ちょっとね表面取れちゃいましたが、このようにねとてもしっとりとした仕上がりになってます。そしたらですねこの表面の部分はちょっとねこのように剥がれやすいので1枚スライスして切りたいと思います。切ったものに関しましてはそのままね美味しく召し上がってください。じゃあねまず薄くスライスしていきます。
はい、このように上をスライスしてください。そしたらね、今回は3等分にねケーキ生地を切っていきます。切る時なんですが、ケーキスライサーといって高さを揃えることができる便利グッズがあります。こういったものを使っていただくと簡単にね高さを揃えてまっすぐ切ることができるので、こういったものを活用していただくといいかなと思います。ない場合は割り箸を何個か重ねて高さを合わせてこの両脇に置いて、その割り箸に合わせてスライスしていただくとまっすぐ切ることができます。そしたら切っていきます。はい、このようにすごくきめの細かい仕上がりになってますね。もう1枚も同じように切っていきます。はい、こちらもねこんな感じで綺麗に切れました。このようにね3枚にスライスしてください。では続いていちごの準備をします。ヘタを切り落としてください。そしてだいたい4等分ぐらいに切りましょう。5ミリ幅ぐらいですね。そのぐらいを目安にこのように切ってください。いちごの大きさによってね置ける枚数が変わってくると思うので、適当にね切っておいてください。大きいものはね6等分とかにしちゃっても大丈夫です。厚みを揃えて切ってください。はい、スライスのいちごの準備はこれで OK です。それでは続いてね生クリームを泡立てていきます。まずボウルに生クリームを加えてください。そしてここにお砂糖です。お砂糖を入れたらですね、氷水にボウルを当ててください。生クリームを泡立てるときはね必ず氷水に当てながら泡立ててください。はい、そうしましたら今回はですねホイッパーを使って手動でね泡立てていきます。ハンドミキサーでもいいんですが、この生クリームは泡立てすぎるといけないので手動でやっていただくのがね一番いいかなと思います。それではね少しもったりしてくるまでまず泡立てます。はい、 OK です。今ねこのように泡立て器ですくった時にゆっくりタラタラーと落ちるぐらいの硬さまでなりました。そしたらですねここからがポイントです。サンドするクリームとあとは下塗りするクリームに関しましてはだいたい8分立てぐらいのものを使用していきます。表面に塗るものはだいたい7分立てぐらいですね。そのぐらいを目安にしてください。この手前の部分だけをまず8分立てぐらいまでねちょっと固めに仕上げてください。はい、このぐらいですね。このように泡立ててピュッと泡立て器を持ち上げた時にピンと角が立ってこちらがキープされるぐらいですね。このぐらいの硬さまでまず泡立ててください。それでは最後仕上げていきます。まず回転台の上にスポンジケーキを1枚置きます。こういったね回転台がない場合は同じ大きさぐらいのお皿を2枚用意してこの上にスポンジを置いて上のお皿だけ回してみてください。そうすると回転台のように使うことができます。あとはね最近100円ショップのダイソーさんでも売ってるみたいなのでぜひチェックしてみてください。そしたらですねまずこのスポンジケーキにシロップを塗ります。結構ねスポンジ自体もしっとりしてるので軽くね叩くイメージですね。はい、こんな感じでねシロップを塗ってください。そしたら続いて固めに作った生クリームですね、これを置きます。そしてパレットナイフなどで伸ばしていきましょう。結構ね薄めで大丈夫です。こんな感じで伸ばします。そしたら続いてこちらいちごを乗せていきます。では置いていきます。はい、こんな感じでねいちごを並べてください。それではですねまた固めの生クリームを上にのせます。そしてまたね薄く伸ばしていきます。で全体がね平らになるように伸ばしていきましょう。はい、こんな感じです。うっすらねいちごが浮き出るぐらいですね。そのぐらいにしてみてください。そしたらこの上にまたスポンジを置きます。よいしょ。そしたらまた上からシロップを塗ります。この時もこんな感じで軽くはたくイメージですね。今回3枚に切ってるんですが半分に切っていただいてもねもちろん大丈夫です。そしたらねまた固めのクリームを置きます。そして全体に広げましょう。またいちごを置いていきます。はい、こんな感じで置きます。そしたらですねまた固めの生クリームを上にのせてください。そしてね全体に伸ばしてください。一番上にスポンジケーキをのせます。のせたらですねまた上にシロップを塗ってください。この上にまた固めのクリームをのせます。そして全体に広げます。今からね下塗りしていきます。上をねこのように塗ったら今度は側面ですねパレットナイフを当ててそしてどっちでもいいです。動かしやすい方向にこうやって回していきます。よいしょ。こ
このサンドしたところのいちごのところに隙間がある時は生クリームを埋め込んでください。そしたらね、一回ここの周りのクリーム取っちゃいますね。スーッとこんな感じでね、差し込んでスーッとクリームを取ってください。そして塗ったらこのはみ出た部分ちょっと取ります。スッスッスッとちょっと撫でるイメージですね。こんな感じでスッと取ってください。今ね、ここまで下塗りしました。そしたらですね、こちら残ってるクリームですね、全体をね軽く混ぜて、だいたいね7分立てぐらいにしてください。この時ね、混ぜすぎないように注意してください。はい、さっきはねこうやって泡立て器ですくった時にクリームがとどまるぐらいだったんですが、今度はですねこうやって持ち上げた時にゆっくり生クリームが落ちるぐらいですね。そしたら最後仕上げですね。上にね柔らかい生クリームをまずのせます。よいしょ。はい、そうしましたらパレットナイフで伸ばしましょう。だいたい 5mm ぐらいの厚みになるように伸ばしていきます。そしてまたくるくるくるっと回転台を回してください。この時も側面のところにねクリームがはみ出ちゃって OK です。表面はねトッピングなど乗せるので、そこまでね綺麗にしなくても大丈夫です。そしたら続いて側面ですね。まずこの側面のところにクリームをねちょっとずつ置いていきます。シュッとピュッと。はい、こんな感じでね側面をですねクリーム全体でこのようにざっと覆います。そしたらあとは簡単です。パレットナイフを固定させて、そしてどっちでも大丈夫です。動かしやすい方に回転させていきます。パレットナイフを沿わせてこのように回転させます。でこれね、あんまりやりすぎるとボソボソになってくるので、やりすぎないように注意してください。そしたらさっきと同じようにこのはみ出た上の部分ですね、こちらをパレットナイフでねスッと取っていきます。よいしょ。そうするとねこのように綺麗に角が立ってきます。やるときはね必ず一旦クリームを拭いてね行ってください。スッとスッと、そしてまたスッと。はい、こんな感じで OK です。もしねこうやって回転させた時にここに穴ができてしまった時は、穴が開いた部分にクリームをくっつけてもう一回ねくるくるっと回転させてみてください。そしたらまたこのクリームを取っていきます。よいしょ。はい、ナッペはこんな感じですね。このように仕上げてください。はい、そしたらですね、最後こちら余った生クリームをもう一度ね泡立てて、だいたいね8分立てぐらいまでにしてください。泡立て器ですくってこのようにとどまるぐらいですね。ピンと角が立つぐらいまで泡立ててください。そしたら絞り袋を用意してください。今回は 12mm の丸い口金を使います。こちらはねお好みのものを使っていただいて OK です。この中に生クリームを入れましょう。これで上に絞っていきます。では最後仕上げていきます。周り部分に生クリームを絞っていきます。ニュムニュムニューっと。はい、絞ったらですね、続いてサンタさんを置きます。手前にピュッと。今こんな感じです。そしたらねちょっとバランスを見ながら続いてイチゴをね置いていきます。よいしょ。はい、このようにねいちごを敷き詰めました。そしたら最後こちら星もね飾りたいと思います。こんな感じかな。はい、このように仕上がりました。このトッピングはねお好みでやってみてください。はい、これでショートケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。さっき飾ってたねチョコレートのメリークリスマスがちょっとね生クリームとかぶってしまったので、三角形のチョコレートに変えてます。それではねちょっともったいないんですが切りたいと思います。はい、断面はこのような仕上がりになってます。スポンジもふわふわでいちごもたっぷり入って美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。スポンジがしっとりしててすごく美味しいです。そしてねいちごの甘さとあとはちょっとした酸味がすごくアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のショートケーキのポイントです。スポンジ生地に関してなんですが、卵はですね今回友立てといって全卵で泡立てました。全卵で泡立てる時は泡立ちにくいので湯煎に当てながら泡立ててみてください。薄力粉を加える時は2回に分けて加えてみてください。そうすることでムラなくさらに混ぜやすくなると思います。そして温めたバターと牛乳を入れる時なんですが、少し生地を加えてなじませてから合わせるようにしてください。水分系を入れた後はね泡がすごく
く潰れやすいので、手早くね混ぜるようにしてください。そして焼き上がった後なんですが、焼き上がったらですね、すぐ型から取り出して、そして冷ますようにしてください。今まではね逆さまにして冷ましてたんですが、今回はそのままの状態で冷ましました。生地をねしっかり混ぜてればね、そこまで生地が詰まることはないので、そのままの状態で冷ましていただいても大丈夫です。ただちょっと心配な場合は逆さにしてね冷ましていただいても大丈夫です。そしてデコレーションのポイントです。まずスポンジ生地はですね、今回3枚にスライスしてます。こちら半分にスライスしていただいても OK です。そして生クリームなんですが、まず泡立てていただいて、半分はちょっと固めに仕上げて、残りは柔らかい状態で残しておいてください。塗るときは3段重ね終わったら、まず全体を下塗りしてください。下塗りしたらですね、たっぷりめの柔らかいクリームをのせて、そしてまず上の表面をならします。そしてその後ですね、側面を塗るときなんですが、まずたっぷりめのねクリームを全体にのせて、パレットナイフを固定したまま回転台をくるくるっと回していただくと綺麗に仕上がると思います。その時できてしまった穴の部分に関しましては、またちょっとだけねクリームを足して、そしてまたね一周くるくるっとやってみてください。そして最後はですね、上にはみ出たクリームを取ってください。あとはですね、お好みでトッピングしてみてください。慣れないうちはねちょっと難しいかもしれないんですが、作るのはねすごく楽しいので、ぜひ今年のクリスマスに作ってみてください。はい、ということで今日はクリスマスケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。